はい、こんにちは。今回はですね、ツイッターに話題になって、ヤフーニュースとかでも取り上げられています。信号のない横断歩道の歩行者の皆さん、お願いがあります。あなたのために止まった車に道を譲らないでください。という、なんかツイッターの方のお願いが話題になって、共感を呼んでるということなんですけど、それについてですね、なぜお先にどうぞと歩行者の人が譲ってるのに、それに応えて進んだら歩行者等妨害のですね、違反になるのか。横断歩道では横断しようとする歩行者等がいたら絶対優先しますよ派の私から言わせればですね、そんなことを歩行者にお願いしている時点で違反になって当たり前ですよということなんです。現に私はそんなことを一度も願ったことはありませんし、そう考えることもありません。今回はなぜ違反になるのか、その理由を説明したいと思います。このチャンネルといいますか、私はただの一ドライバーなんですけれども、なんでこんな動画をお前が出すんだと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、警察がなぜ違反になるのかっていうのをはっきり公式には言ってくれないっていうのもありますので、そういうことなら私が説明しましょうというのが今回の動画です。ということで、警察も参考にしている書籍、道交法ハンドブック、実務資料道路交通法、仲介道路交通法、その3冊に書いてあることを引用して説明していきますので、来月4月には、春の交通安全運動も始まりますので、今年も横断歩道の歩行者等保護は重点項目の一つになっておりますので、ちょっと考えるというきっかけになればいいかなと思っております。道交法第38条1項っていうのは、横断歩道等における歩行者等の保護が規定されている条文になっておりまして、38条1項は前段と後段に分かれておりまして、前段については横断歩道等にですね、歩行者等が明らかにいない場合を除き、横断歩道等の手前でいつでも止まれる速度まで減速する義務がありますよというのが前段ですね。その前段については、実務資料道路交通法によりますと、停止することができるような速度で進行しなければならないとは、通常の走行状態において車両等を停止させる場合の減速方法で走行し、横断歩道等の直前または停止線の直前で停止できるような速度で進行しなければならないという意味である。しかし、その速度は徐行を要求しているのではなく、横断歩道等に接近しながら 50km から 40km、40km から 30km と徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態になっていることが必要であろう。そうして必要によってはブレーキを普通に踏んで静かに、しかも直ちに停止できるような速度ということができる。これを歩行者等側から言うと、車両等が接近しても少しの危険も感じない、安心して横断が始められる、閉じる、ような速度ということができよう。このように横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならないとしたのは、仮に横断しようとする歩行者等が物陰から急に横断を始めたとしても、その横断歩道等の直前で急ブレーキをかけることなく、ごく自然に停止することによって歩行者等の保護の徹底を図るためである。ということが解説されています。つまり、前段の時点でいつでも停止できる速度で横断歩道に近づいた時点で歩行者等は安心して横断を始めていなければいけませんよということですね。ちょっとでも横断者が怖いなと感じて立ち止まってしまうような速度は全然ダメだということですね。そこから後段につながって、横断しようとする歩行者等はすでに横断を始めてないといけないわけですね。横断はもうすでに始めているわけですから、静かに一時停止をして、その通行を妨げてはならないということです。つまり、停止した時点でですね、歩行者にお先にどうぞなんて言われている時点で、いやいやどうぞどうぞ、いえどうぞっていうふうにですね、譲り合いをしている時点で、前段のいつでも停止できる速度にはなってないということになるわけなんですよね。実際にその横断を保護するのを日常的に行っているものから言わせればですね、これは納得の内容ですね。もう停止しますよっていう前提で速度を落としているということですので、
横断しようとする側の人から見れば、この人はもう減速してる時点でもう伝わってますよっていう状態じゃないとおかしいわけでですね。実際に、減速している段階で、ほとんどの横断しようとする人は横断を始めちゃってますよっていうのが当たり前ですよっていうのが、実際のドラレコ映像でも停止する前に横断を始めている人っていうのはもう半分以上の人がそうなってますんで、それは当たり前のことですよっていうことですね。さらに、仲介道路交通法によりますと、なお本条の義務違反については、昭和46年の法改正により、過失犯をも処罰することとしたが、これは横断歩道における歩行者の事故には、車両等の運転者が横断歩道や歩行者の存在に気づかなかったと弁明することが多いので、これらの違反については、過失犯をも処罰することにより、車両等の運転者の注意義務を強化し、歩行者の保護の徹底を図ることとしたためである。という感じで、昭和46年以降ですね、過失犯をも処罰することにしたのであるということですので、歩行者が逆立ちして歩いてましたよとか、ちょっと接近して脅かしたらビクッと止まったんで、歩行をやめて停止したんだから歩行者じゃありませんとですね。ムーンウォークしながら逆方向に歩いてましたとですね。そういった言い訳は通じませんよということですね。それと同じように歩行者がお先にどうぞと譲ったんだから言っただけですというのも言い訳の一つになりますよっていうのが38条1項の過失犯をも処罰するという原則ですね。お先にどうぞと譲っている時点で横断しようとしている意思があるのは明白だということですよね。38条全体で歩行者等妨害の違反ですよ。前段だけだったら徐行義務違反。後段だったら一時停止義務違反。それでも38条には当てはまらないとごねる人には70条の安全運転義務違反ですね。どれでもお好きな違反切符になるのでお選びくださいという状態ですね。それぐらい横断歩道っていうのは歩道っていうぐらいですから、横断する歩行者等のための道路の場所っていうことですね。歩行者には横断歩道をちょっと外れて歩いていましたとかですね。言い訳も一切通用しませんと。自転車の場合は横断歩道をちょっと外れて通行しているっていうのは、ただの車道を通行している自転車になりますので、警察はですね、歩行者のことしか言いませんけれども、自転車だって横断歩道のど真ん中をですね、歩行者がいないときは通行していいわけなんですね。歩道から歩道へ横断している自転車、特に小さな子供ですとか高齢者の自転車っていうのは立派な歩行者等に含まれますよということですね。ここで道交法ハンドブックから本項において車両等に対して一時停止する義務と歩行者等の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等は歩行者等が横断歩道等により、その進路の前方を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、まず必ず一時停止しなければならないことになる。これは横断歩道等における歩行者等の保護については、理論上は車両等に対して歩行者等の通行を妨げてはならない義務のみを課すれば足りるわけであるが、法第38条の2の規定のように、現実の力関係では車両等の方が歩行者等に比してはるかに強く、そのため歩行者等は横断歩道等に入るきっかけがつかめないままに、結果としてその通行が妨げられることとなる場合が少なくないので、車両等の運転者に対し、一時停止の義務を課して、歩行者等に横断歩道等へ入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたのである。ということでですね、38条1項というのは、車両等がいかに歩行者等を保護しなければいけない条項なんですよっていうのがよくわかりましたということが書いてありましたということですね。信号のない横断歩道があってもなかなか停止できないよっていう人が いらっしゃったらですね、38項の前段のですね、そのいつでも停止できる速度っていうのはもうすでに横断しようとする人がいるんだったら、その人が安心して横断を始めるぐらいの速度ですよっていうのを意識して減速するようにすればですね、自然に横断歩道を横断しようとする歩行者等を保護することができておすすめですよということですね。
ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。